11月18日土曜日。時刻は午前5時55分です。今日も東京都の水道水、チェックしていきたいと思います。107です。この水道水は今からまだ時間が経っていない、わずか2、3分前に入れてきたものです。ですので、どんどん TDS 値が上がっている途中です。今日のスタート値は、なんと96だったんです。ものすごく低かったんですよね。過去一低いかなどんどん上がってる。現在114。どこまで上がるのか。ある意味ですが、楽しみでもあります。匂いがめちゃめちゃ今日は軽くて、もちろん消毒の匂いはします。するんですけれども、軽いんですよね。おっと、どうした東京の水道水みたいな。もしかして絶好調っていい意味で思ったんですけどね。現在116、まだまだ上がりそうです。でもね、昨日上げた動画でお話ししたように、天気が雨だったんですよね。まあもちろんたまたまでしょうけど、その翌日っていう感じですね、今日は。天気と関係あるのかな、ないのかな。まあ水が TDS 値が低いのはもちろんありがたいことですよね。なんとなく気分的にも、また匂いとしても、たまたまかもしれないんですけどね。この日 TDS 値が過去一低かった今日のこの日、浄水したお水にちょっと変化がありましてね。いい変化だったらいいんですけど、逆の変化なんですね。その変化と言いますのが、いつも浄水するとどんな値の高いお水でも0、 TDS 値が0になってきたんですね。来ていたんですね。浄水してこのゼロゲージで測ったら、初めて0ではなく2が出たんですね。もうフィルターも限界だったんでしょうかね。毎日マックス136でしたっけ。言葉はよろしくないのを承知で言いますが、汚いお水を毎日浄水してくださったわけですよね。ショップチャンネルから購入した浄水器ゼロピッチャーという浄水ピッチャーになるんですけれども、早かったなぁ。まだまだ全然まだまだ本来の目安と言いますか、説明書にあったお話からいくと、まだまだ TDS 値は浄水すれば0になる回数なんですよね。まだ40回くらいかな、今使い始めて約。なので、なんですがこれ今母にちょっと確認したんですけど、93回から106回の浄水までであれば TDS 値が0、浄水した後の TDS 値が0っていうのが保たれると言いますか、
確認できるはずっていうところなんですね。ところが約40回、大幅に少ないですよね。全国いろいろな TDS 値出ていると思います。今日この瞬間も。東京はその中でも確実に高い方だと思います。ですから水質によって異なるそうなんですね。そのゼロが維持できる回数というのは。東京で同じゼロピッチャーをお使いの方にお話をお伺いしたいですね。何回くらいまで浄水後ゼロ確認できてますかって。こんなに早いとは思ってもいなかったので、でも6から9とかに TDS 値がなるまでは今の浄水フィルター使い続けて大丈夫ということなんですね。なのでまだ使えます。ですがゼロではなくなった。味覚が敏感な方だと気づくらしいんですよ。もうなんかちょっと違いが出てきた。酸味がとか匂いがとか。口にはまだしていないのでわからないんですけど、匂いを嗅いだところは全くまだ変化は出ていないと思いますね。鼻はかなりいいものの、2ですからね、大丈夫かなとは思うんですけれども、いや、それにしても早かった。大丈夫？東京の水道水って。もちろん毎日お水常にね、しっかりと管理してくださってるわけですが、それにしてもね、ぶっちゃけお高い浄水ピッチャーがこんなに早くゼロではなくなる、限界が近づいてくるとはちょっと驚きというか、なんというか複雑なメンタルですね。パソコンの音が入ってしまいました。ですからそうそう、ショップチャンネルの番組の中で浜田ママがおっしゃっていたことによると、一旦 TDS 値が浄水後の TDS 値がゼロではなくなると上がるのが早いらしいんですね。ダダダダダッと。うわー、3、4、5、6って上がっていくのがもうすぐそこなんじゃないかと怖いなーって感じますね。何度も繰り返しますが、決してお安いものではなく、むしろお高いものなので、フィルターだけでもかなりお高いのでね、そこは。ですが、水道水でしょう。水道水しか浄水していませんので、東京の水道水、いつもお話ししているように東部のエリアの水道水になるんですが、このような感じの状態です。ですから東京都にお住まいの方のこのゼロピッチャーの使用の感想を聞いてみたいなというのはそこにあるわけです。 TDS 値120まで到達しました。現在の室温は 25.7 度、湿度は 47% です。いやー、言葉が出てきませんね。この先どうなっていくのかな。浄水後のお水の TDS 値、心配です。